割れてしまいました。おはようございます。麻生大学家族の細です。今日はキャンピングカーマッシュのバンパーの修理についてです。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。キャンピングカーのマッシュですが、バンパーが割れてしまいました。バンパーを取り外して直していきますが、その前に外す時にさらに割れがひどくなりそうなので、ダイソーのアルミテープで仮止めしておきます。こちらのアルミテープすぐに破れてしまうので重ねて貼っておきます。少しやっぱり動くけど、まあ大丈夫かな。ここのバンパーの部分外れてしまったらしく、旅先の RV パークで応急処置で止めてもらったらしいです。どこの RV パークか聞き忘れましたが、応急処置していただきありがとうございます。それでは外していきます。ここはリベット止めなのでドリルで外していきます。一緒に回っちゃいますね。動かないように挟んで回してみます。よし、外れました。よいしょ、外れました。奥にナットがありますが外れました。一旦ナンバープレートも外しておきます。うわ、来たな。このネジでも止まってる感じですね。下から覗いてみましたが、下からは止めてないようです。こちらのフロントバンパー、キャンピングカービルダーのナッツ RV さんで作られたパーツだと思いますが、外すと元々のバンパー出てきました。とりあえずかなり汚れてるので掃除しますかね。リベット止めのところブッチルテープ貼ってありますのできれいにしておきます。シリコンオフで溶かしながらきれいにします。ああ、真っ黒だな。リベットの先が、リベットの奥が残ってます。うわ、ここは手が入らないとこだな。よし、このプチルテープシリコンオフで溶かして取っていきます。うわ、真っ黒。割れたバンパーを直している間もキャンピングカーを使用できるようにナンバープレートを元に戻しておきます。
当たってたところ少し塗装の剥げてるところがありますので、タッチアップペンで少し塗っておきます。こちらのタッチアップペンはインディ用に買ったものなので少し色がありませんけれども、全く塗ってないよりは目立たなくなったかと思います。キャンピングカーのマッシュ、今、エアロバンパー外したところなんだけど、どんなかな？ようわからん。はめてたところ覚えてない？あ、はまっとったんけ。そう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 。取れとるじゃん。これがはまっとったんよ。どんなかな？ちょっと見た目高くなったみたいなイメージはあるけど、そうね。ちょっとここの高さが高くなった分、ちょっと高くなったイメージはあるけど、どんなかな？ダメは大丈夫かもしれない。取れたまま大丈夫だ。これがマツダボンゴの純正のバンパーだから、このままでも全然問題ない。あ、そうな。余計なもんついとったってこと？余計なもんっていうか、あれ、一応かっこよくなっとったんよ、要するに。あれも一応結構な金額かかってると思うよ、あれつけるのに。トラックっぽくなくなるから、キャンピングカーとしてね。なるほど。空に乗ってるっていうよりも、キャンピングカーに乗ってるって感じあるじゃん。つけてた方がいいえ。まあ、つけんでもいいんだったらいいんじゃない？大丈夫かな。とりあえずこれで次回貸し出して、その間にバンパー直そうかと思うんだけど、大丈夫かな。そしたらゆっくりしっかり直すことができるから。じゃあそれで、とりあえずこれで今回は完了ということで。はい。今回は割れたエアロバンパーを修理のため取り外しました。この状態でも塗装の剥げたところをタッチペンで塗ってごまかしたらそこそこ綺麗になりましたので、バンパーが治るまではこの状態で使用したいと思います。エアロバンパーの修理につきましては次回の動画とさせていただきたいと思いますので、次回の動画もどうぞよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。このバンパーかなり広範囲に割れてますけど、ちゃんと直すことができますかね。ちょっと心配です。大丈夫かな。